はい、皆さんこんにちは。みんな無限にお金があって、しかも見た目もいい、イケメン美女、モテまくる成功者。そんな人生を送っていったら、人生で、何人ぐらいとちょめちょめしたいですか？30人なのか、50人なのか、100人なのか。まずは現実見ましょうね。卒業しましょう。世界にはね、こういった成功者が一定数いるわけじゃないですか。しかもみんなのその欲望通りやりまくってるんですよ。最近 X で話題になっているラッパーのデリーの逮捕。アメリカでは誰もが知ってる有名ラッパーのショーン・コームズことパフ・デアリーだったり、P デリーだったり、デリーだったり、もう名前がありすぎてなんて呼んでいいかわかんないんだけど、知らない人のためにヒップホップのレジェンドって感じの人物なんです。彼は今年3月、彼の所有する自宅2軒が国土安全保障省と連邦政府に家宅捜査されたんです。その理由が性的人身 P をめぐる連邦捜査。いや、とうとう皆さん新たなエプス P のような事件が出てきましたよ。きっかけとなったのが2023年に当時の恋人キャシーがディディからね、暴力、性的強要、パワハラを訴え、決定的な証拠が出ちゃったので逃れられない証拠となっちゃったんですけど、その後も複数の女性から暴行罪での訴えが続出。しかも今度は P デリーのアルバムのプロデューサーをした男性の方からある告発があったんですけど、なんとね P デリーによってね、そのある集団 P に P デリーとか P とか P とか多すぎだね P が、そのね集団 P にの参加を強要させられたって彼告発したんです。すいません、 YouTube こういったトピックめちゃくちゃ厳しいんですよ。変態のみんなならね、集団 P で何のことか分かりますよね。させてください。デリーはホワイトパーティーというパーティーを開催することで有名だったんです。その中で特にヤバい企画がフリーカーフというものでした。名前からしてヤバいのは伝わるけど、簡単に言うとランピーですよ。ただのランピーじゃなくてアルコールと薬 P を使ってほぼ強制。しかもその様子を撮影しているので、お前ら外に漏らしたらどうなるか分かってるよなっていう圧力もかけていたと。いやこういう時思うんだけどさ、お前だよ、お前こそどうなるのっていう、お前が一番有名だからお前こそこのね映像が漏れたら一番やばいんじゃないのって思っちゃうけど、どうなのこういう時。案の定その時撮影しまくってたから、そういった映像が本当かどうかわからないけど X でも流れまくってて、120名の被害者が民事訴訟を起こす動きとなったんです。なんとこれ全体では3000人が名乗り出たそうです。しかも未成年も含まれていた。最年少は9歳。本当隕石一回落ちてきた方がいいんじゃないですか、地球に。結局 P デリーは性的 P や斡旋などの罪で逮捕されたんですけど、強気の彼は否定。どうでもいいことかもしれないけど、なんと彼の家から1000個のベビーオイルが見つかったそうです。ペペ派じゃないんだね。日本だけあれって。十分やばいのは伝わると思うんだけど、問題はこっからですよ。訴訟を担当している弁護士のバズビーという人物が、デリーの顧客リストやリーク映像が存在していると語っているんです。考えいい人ならもうどういうことがわかりますよね。エプス P の時と同じように、そのパーティーにね、参加していた大物芸能人であらセレブやら政治家がいるということが確定しているんです。日本でもコロナ禍の時にYouTuber のなんだっけ、31人だっけ30人だっけの回あったじゃないですか。あれに誰が参加してたとか、それによってまた炎上するみたいな形、誰がリストを持ってんだみたいな、同じようなこの世界バージョンがね、こちらですよ。そこで噂されているのがデカプリオや、今まさに大統領選の中心人物であるカマラ・ハリス。ただこちらはね、もちろん彼らは否定してて、ただの陰謀論に過ぎないので全部信じちゃいけないんですけど、その中ジャスティン・ビーバーが幼い頃にデリーに悪乗りされている映像が出回っているんですね。酒を強要されていたり、なんでお前もう俺とつるんでくれないんだよみたいな。ある程度の有名人なら一度は参加していたのかもしれない。このように現在進行形で誰がこのパーティーに参加していたのか、そしてどのような悪いことをしていたのかっていうのが暴かれそうなんですね。いや本当人間って成功したらある意味お金とそのモテ度がマックスになるわけじゃないですか。そうなるとある意味権力を持ってるから違法なことがいくらでもできるようになっちゃうんですよね、彼ら。ある意味人間のそのリミッターモラルを超えてしまうと、これどうにかならないんですかね、人類。本当隕石一回落ちてきた方がいいんじゃないですか、君たち。ある意味そこと繋がるかもしれない。今日話すことはめちゃくちゃ大事なテーマになっています。こうやって煽ってるんだけど、いやこれマジでもしかして人類にとって一番大切なテーマになるかもしれない。特に今この時期、あまり直接的には述べないからさしてくれ。僕たちは自分たちの体のことをどれぐらい理解しているのか。絶対に風邪をひかないやつとか、オールしても一切
疲れない体力バカって一人ぐらいはいますよね。これは何なのか、簡単に言うと免疫力とかが関係ありそう。なんとフランス人人物学者がその免疫力、もっと言うと生命の起源に関わっているのはある小さな生命体だというんです。僕たちの体の中にもその小さな生命体が生きているというんです。ただ不思議なことに、この生命体のことを調べて深掘りしていくと、なんと謎の死を遂げることになる。その謎の生命体がソマチッド微小生命体。こちら都市伝説業界では結構有名なテーマではあるんですけど、確かにかなりタブーなテーマでもあるそうなんです。僕直接リアルに研究者に会って不審死を遂げた人たちの話も聞いています。この微小生命体とは何なのか。なんと今回11月2日有明アリーナのザ・シークレットショーの冠スポンサーさんが決まりました。それが給湯器のキンライサーさんっていう会社。 YouTube の広告やテレビの CM で名前を聞いたことがある人いるんじゃないでしょうか。キンライサーさんっていうのは急にお湯が出なくなった時にものすごい速さで助けてくれる会社です。しかもめちゃくちゃ安いのにいい評判が多い会社。僕の視聴者さんはね比較的若い方が多いのでそういった経験はまだないかもしれないですけど、実は10年に1回くらいの頻度で急にお湯が出なくなることがあるそうなんです。その原因のほとんどが給湯器っていうお湯を出す機械の故障。お湯が出ないのは大問題なので急に対応する必要があるけど、普通のガス会社では何十万円という出費で高くなってしまう。そこで少しでも早く安く手に入れたいという時に金来さんは便利な会社なんです。おそらくみんなこれからの人生 5,6 回は急にお湯が出なくなるという危機に出くわすことになるので、いざという時のために給湯器の交換を専門にやっている金来さんという名前を覚えていてください。今回のライブのメインスポンサーさんでライブの実現をしてくれました。感謝です。では話を戻すと、第二次世界大戦後フランスの人物学者ガストン・ネサン博士が自然界の植物や動物、人間の血液中に謎のナノ有機体がいることを発見したんです。自ら開発した3万倍倍率のスマトスコープ顕微鏡で血液を見てみると、赤血球の100分の1に満たない小ささの動く謎の有機体を発見。血液中を動き回るその有機体に様々な実験をしてみたところ、興味深いことが分かったんです。彼らは生きているだけでなく自ら意志を持っている。この生命体は意志を持っているかのように、宿主の健康状態、つまり僕たちの体の状態ですね、メンタルの状態とか肉体がどれぐらい動いているかに連動して形態を16タイプに変容することが分かったんです。敵にいたらなかなかめんどくさいよ。セルですら3形態だからね。なので実質的にこいつらが人間の免疫力、根本的な役割を担っているんじゃないかと。この微小生命体が体内にいればいるほど健康的になる。逆にいなければいないほどどんどん体がボロボロになっていく。興味深いことに主となる体の死後も彼らはなんと生き続け、次の宿主を探して動き回るんです。彼らは自ら意志を持った微小生命体、僕たちの体の中に意志を持った生命体が生きているということです。確かに金玉よく見たら動いたりするしね。あれ最初見た時ビビったな。彼はこの生命体をソマチッドと名付けました。研究していくとこのソマチッド、僕たちが思っているより壮大な役割を担っているかも。そもそも彼らはどこから来たのか。仮説では地球上の生命体の源だというんです。ソマチッドは基本的に地球上の生命体の中に存在していて、それ以外は自然などにもねたくさん存在しているんですけど、彼らはある特殊な能力を持っているんですよ。それが原子転換能力。古代の地球で生命が誕生する前からソマチッドは宇宙から隕石に乗って飛来してきたとされてて、当時の地球の環境では元素がそれほど多くない。そこで元素転換する能力がある彼らは、要はねマグネシウムをねカルシウムに転換したりと原子転換する技術を生かして生命の進化を手助けしたんじゃないかと言われているんです。ある意味無から有を生む力があると確認されているんですね。なので彼らは僕たち生命の DNA を作った設計者だとも言われている。ただ僕たちのような生き物が偶然突然生まれることはないんですよ。生まれるからには僕たちがエネルギー源とする食料がセットに必要になってくるので、その餌にしたのがソマチッドも必ず必要とする水素、マイナスイオン。だから全ての生き物にはこの水が必要不可欠なんですかね。よくねその他の惑星とかでさ地球外生命体を探すとき水があるのかどうかって調べるじゃないですか。じゃあそのソマチッドはどこから来たのか。当然宇宙ですよね、今の話から言うと。なので実は NASA や中国などが探査機を宇宙に飛ばしている理由の一つが、この微小生命体ソマチッドを他の惑星で探しているからだそうです。 NASA がよく他の惑星で空洞が発見された、水が発見されたとかって公表してるじゃないですか。あれどうやら
茶番らしいんですよね。本当の NASA って実はガチのその宇宙の歴史であり生命の起源を探しているそうなんです。そんな彼らは古代から当然今までもそしてこれからも生き物の中や自然あらゆるところに存在しているんですけど、過去地球が滅亡しかけた隕石衝突、火山噴火、氷河期、大洪水でもソマチッドは生き残れたんです。なぜなら彼らは不滅の存在だから。1000度以上の高温にも耐えうる、強烈な放射線にも耐えうる、遠心分離機にかけても壊れることがないんです。それはなんと彼らが瞬時に殻をかぶる性質があるから、まるでジャパニーズペニス。冒頭話したように集団コロナにかかっているのに一人だけかかってないやつとかさ、オールさ毎日しているのに無限の体力があるやつとかってみんなの周りにも一人はいるでしょう。もう分かってくるよね。このソマチッドが大きく関連しているんじゃないかと。ソマチッドの一番重要なことは生命が長生きできるように努力してくれること、つまり免疫力。ウイルスが体内に入り込んできても免疫力がある体は白血球が戦って退治してくれる仕組みになっていますが、実は白血球は全体の 15% ぐらいの働きで、体中の免疫力を動かしてくれてるのはこのソマチッドだというんです。病気に応じて変化することができる彼らは何にでも対応できる。なので当然このソマチッドが体内にいる方が健康的で強い体になる。ただ彼らにも意志があるって言ったじゃん。なのでそのみんなの体の状態によってはそのソマチッドの数も左右されてくるんですよ。宿主がストレスを感じていたりするとソマチッドは殻をかぶって仮死状態になったり、尿と一緒に外に逃げ出しちゃうそうなんです。またお薬や抗がん剤、お注射を打つと同じようにソマチッドは嫌がって体から逃げ出してしまう。なんでなのか、それはみんなも考えてみたらわかると思うけど、彼らは免疫の根本の役割を担っているので、外部から強制的に入れられた謎の役割をするお薬たちは当然邪魔になってくる。普通に考えてジャンクフードを食いまくってたり、ストレスを感じる毎日、薬をガブ飲みしてたりしたら、それはね、健康的な体には見えないや。俺もぶっちゃけ近づきたくないもんな、そんだけみたいな怪獣がいたらね。実際に2500年前の貝化石の中に閉じこもっていたソマチッドと、現代ね、僕たちの体内にいるソマチッドを比較してみたら、なんと古代の化石の中にいたソマチッドの方が修復力が強かったそうなんです。なので環境によってそのソマチッドの性質が変わってくるんです。みんな疲れた時になんか元気になりたいな、癒しが欲しいなって時に何しますか？自然に触れることですよね。自然にはマイナスイオンがあるので、僕たちはね、ハイキングなどと行くと癒されて元気になる。そう思い出してほしいんですけど、ソマチッドが餌にしているのがマイナスイオン。自然に行くとソマチッドが活性化するのはもちろん、殻から出てきてワッショイワッショイ、木の樹皮などにソマチッドがたくさん住んでいるらしいんです。いろいろつながってきます。人間が様々な環境に耐える体を作るには、本来持っている免疫力ソマチッドを活性化させることなんです。そうすれば何がやってきても生き延びることができる。例えば同じ種類の植物でも環境が違うだけで寿命が何十年も変わってくることがあるそうです。僕たちが植物と違うのは自分たちで選択することができる。もしこれが本当だったら、もちろんこれはね、偽科学のような扱い方をされているので全部信じていいわけではないと思うんですけど、もし本当だとしたら今人類は何をしているのか。この本来人間の持っている力から遠ざかっている行為をしているようにも見えますが、人類のポテンシャルを伸ばしたいんじゃなくて延命治療させてビジネスの餌にしているのがわかる。ソマチッド発見者のガストン・ネさんはソマチッドの知識をもとにクスノキの小脳から制がん剤 714X を作ったんです。これを1000名の患者に投与したところ、なんと驚異の治癒力 75%。これはえぐいよ。もうまさに夢のようなお薬なんですね。ただ一点問題点があって、ガストン・ネさん医師免許持ってないんです。それは確かにあかんかもしれない。彼ね、生物学者ですからね、アウトですよ、やってることは。それを理由に厚生省、医師会、製薬会社によって裁判にかけられてしまうんですが、ここでドラマのような展開が起きて、実際に治療されて元気になった人はたくさんいるので、命を救ってくれてありがとう、ネさんに正義をというプラカードを持った人々が押し寄せて、なんと奇跡的にネさんは無実を勝ち取ったんです。通常療法では手術や放射線、化学療法によって悪性の細胞を破壊しようとするが、それは殺虫剤をまいて蚊の大群を追い払おうとするようなものなので、あまり効果は期待できない。ネさん博士の治療法は蚊を一つ一つ殺すのではなく、それを発生させる湿地環境そのものを撲滅しようとするのだ。
と発言した人がね、裁判の中でどうやらいたらしいんですね。とはいえ、もちろんさっき言ったように、このソマチッド全体は懐疑的な目で見られている。むしろ、扱うことさえタブーとされているんです。ソマチッドを研究している研究者たちが不審死を遂げているケースが多いそうなんです。なので、これ実はね、ソマチッドって呼ぶんじゃなくて、微小生命体と呼んだ方がまだ安全なそうです。ここに来て、このね、だいぶそのね、動画の終盤に来て、ここに来てって感じでもう遅いからね、もう言いまくっちゃってるからいいんだけども。これはでも僕も実際に研究者から聞いたことで、その研究者の友人とか周りの人が、ソマチッド研究してる人が不審死を遂げているのは事実だそうです。国内の医療薬品市場は過去最高を更新中の11兆円ですからね。もし本当に生命、人類のポテンシャルに気づいてしまったら、医療の利権は崩壊するかも。どうでしょう皆さん、このソマチッド微小生命体、かなりロマンありますよね。もしかして僕たち設計者かもしれない。人類の起源のもうある意味神的な存在かもしれない。しかも僕たちが今後ね、移り変わる環境を生き延びる鍵となるかもしれない。しかし、そこに触れることは今現在のこの社会ではタブーとされている。さて、皆さんはどう生きるか。いやー、ワクワクしてきましたね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。